本日はこちらハードオフで購入したジャンク品の修理の方を行っていきたいと思います。こちらの方はティアックの R-616X ということで、今回カセットデッキの修理をやっていこうかなと思います。ちょっと苦手なカセットデッキなんですけど、ギア割れはもう終了。そして、ベルトであればですね、なんとか直せるんじゃないかなというところですね。今回どんなエラーなのか紹介しようかなと思います。それでは現場に行きます。レッツゴー。はい。ティアックの R-616X。はい。オートリバースステレオカセットデッキ。ということで、こちらをちょっと紹介していきます。こちらは、あれくらいな。1650円ということで購入しています。あったあったあった。これか。あれちゃうわ。あれあったあったあった。はい。こちらですね。こういう症状になっています。テープ入れると出てこなくなります。通電はしました。ということで、1650円でした。この文章を見る限りは、テープ入れて再生するかとか、全然わかんない状況です。で、こちら確認したらよかったと思うんですけど、もうそれがもう、当時購入したのが、多分1月ぐらいに購入してるんだと思うんですけど、ちょっと覚えてないんですね。動作確認どうやったかとか、全然覚えてなくて、そのまま、部屋で眠ってた機会になります。この内容しかちょっとわかんない状況です。全然もう覚えてなくて、全くリセットされた状態なので、今からリセットして、見ていきたいと思います。で、こちらは、イジェクト。イジェクトはもうこういう感じですね。パカーンって開くような感じです。で、パワー。で、カウンターモード、カウンタークリア、リバースモード、ステレオストップ。で、プログラムチェックとかなんかいろいろこうあって、なんか、で、これが早送り巻き戻し。これ一つのボタンになってるんですね。これ真ん中押したら両方動くっていう。はい。バイアスのなんか調整っていうのができるようになっています。そんな感じの、デッキになっています。後ろの方はこういう感じで、ラインイン、ラインアウト。この2系統ついています。メイドインジャパンということで、それでは今からですね、電源を入れて、で、音出しをしていこうかなと思います。電源の方を入れていきます。お、いい感じじゃない？なかなかディスプレイもこう、いいですね。この光り具合も好きです、結構。何年製かと言いますと、1989年製になっています。まあ、高級ではないんですが、まあ、3万円クラスで、売っていたデッキになります。DBX 回路っていうものも含めて1枚の基板で構成されているということで、非常にシンプルなデッキなのかなというところですね。ということで、こちらですね、今から再生の方をしていきたいと思いますね。ソニーのカセットテープ、すごい重たいんですけど、これでやっていきます。当時これ確かね、3000円で私買ったカセットで未だに大切に持ってるんですけど、これをですね、今から使って聞いていきたいと思います。あ、でもこれ怖いな。これ使って壊れたら嫌なんで、ちょっと、一旦このテスト用のやつを使っていきます。じゃあ、はい。それでは再生していきます。もういきなり嫌やわ、これ。もうあかん。いや、もうこれ嫌やわ。ちょっと停止をします。ストップ。カセット出なくなりますよということだったんで、ちょっと出ないのかどうか見ていきます。嘘、ほんまや。あちゃー。なんかモーターはとりあえず回ってる感じですね。再生の時のモーターの回り方と早送りの回り方ってちょっと違うと思うんですけど、その違いもくっきり音として伝わってくるので、
おそらくゴムベルトかなっていうところだと思うんですけど、もしかしたらその A 面 B 面をこう切り替えるところのギアの問題とか、まあいろんなちょっとその辺がどこなのかっていうのは今想像できないですが、まあ、一旦この状態でカセットを救出できないので開けていきたいと思います。こちらの方は、両サイド2つのネジ、あと裏、これは1箇所ですね。比較的簡単な作りになっています。中のメカの部分でですね、心が折れる時があるんでちょっと今回はそうならないように気を引き締めてやっていきます。よいしょ。じゃあ行きます。海辺のこんな感じになってますね。はい。これ中途半端なところに変圧器があって、ロジックボードはこんな感じで、確かにシンプルなロジックボードになってますね。まあこんな感じの基板の構成で確かに1枚本になってます。で、メカ部分ですね。後ろから見た感じはこんな感じになります。これを取らないといけないっていうところですね。ここが盤面のパネル部分の基板で、これは何や、これはボタンと連動してるんですね。こういう感じでボタンと連動して動く仕組みになってます。で、これ何や、これはこれはあれか、可変抵抗。これはこういう感じで可変抵抗になってますね。はい。こいつやな。コネクタで構成されているので、非常にありがたいですけど、これ取れるんかな。ここコネクタになってますね。非常にありがたい仕組みです。古いデッキになると、直接ハンダで繋がってることがあって、もうそうなるとですね、もう涙目しかないですね。私はそれをハンダ取ってやったことないですけど、これを取っていく、これを外すっていうところを今からやっていこうかなと思います。コネクタを外す必要があるのがこれと、これと、これなんですね。とはいえこれ大きさがこれ一緒なんですよ。こっちとこっち。なので、実際取った後またつけるときに、こっちとこっち間違えてしまうことがあるので、これはですね、画像に残しとくか、マーキングして分かるようにしとく方がいいという、書き込み、ネットの方で情報がありました。なので私のは動画に上げてるので、これ分かるかなと思います。青の方が手前という感じで覚えておきます。これで、こっちから取れんのかな？このコネクタはこっちから外されへんな。これはこっちになんのか。これはこっちから外さなあかんのかな。こう外さなあかんねや。こう外して、でも、こうやって置いて、これでええんか。これで外す体勢は万全ですね。万全ではないな。んで、こうか。これで一旦邪魔な線はなくなりますね。これなんか気になんな、これ。こんなとこに結束バンドで。こんな感じですね。で、これをどうやって取るかなんですけど、ネットで載ってる情報によると、ここの前面パネルは外さず、これをコポッと取れるような、それをちょっとやりたいなと。極力外したくない。で、そうなると、この辺のネジですかね。この辺のネジ、足組みのところと、こちらも。これを外して、ただでもあれやな。そんな、コポって抜けんのかな。こういうのもありますしね。
こっち側から取るんやったらわかるんですけど、ちょっともうちょっと調べていきます。よく見てなかっただけで、やはり後ろからこう引き抜くらしいですね。で、後ろから引き抜いて写真撮るときに前に置いてただけなんで、ここから撮ったように見えただけでした。これをこう撮るみたいですね。だからおそらくこのネジを取るだけで、カポッと抜けるんじゃないかなというちょっと期待があります。じゃあ今からやっていきます。これまたネジが違うわ。これでいける？お！惜しい。この辺が当たってるんですけどね。あ、こうか。お、こう。下に下げていく。きたんちゃう？いけました。けど、なんか取れた。こう？なんか取れたね、これ。こうやったんかな？ちょっと、もうこういうのが戻せない一つの理由になってくるんで、とりあえず取れました。取れたけど、ここからどうせいう。ここからカセットの取り出しがどう動いてるか。ここベルトありますね。このベルトはとりあえず機能はしてそう。あれ？何これ？これあかん。うわー、これはもうあかん。いやー、これ見てください。これここが上下に多分 A 面 B 面をこうくるっと回転させてオートリバース機能の部分だと思うんですけど、これ割れてます。この部品がもう割れてますね。いやー、これ割れてるよな。 UV でここくっつけてで動くようにできんかな。 UV レジン使ってみますか。この動きができないんですよね、きっと。だからカタ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 言ってたんや。だからもしかしたらモーター類は劣化はあるかもしれないですけど、一旦動くんじゃないかなと。とはいえ、ここのこれ部品が取れてる、これを直せば一旦復旧する可能性もありますんで、ちょっとそれをですねやってみます。ただ UV レジンでやったとしても UV レジンそのものはですねそんなに耐久性はないと思うんですね。いかにその UV レジンの後に何かその針金とかで固定できればいいんですけど、それができないとですねまた再発は絶対するので、その上からさらに強力なアロンアルファつけるとか、なんかそんな感じでしかちょっと思いつかないですね。はい、今から結束バンドをちょっと切っていきます。結束バンド最強ですね。これで外れた。非常にですねありがたい。これが4つのネジで取れたっていうのは非常にいいですね。どういう割れ方してる？これが多分こんなちゃうな。多分こういう感じですよね。こういう感じ。こういう感じにならなあかん。あこれを先に取り付けといたらええんやな。こういう感じでねえ。でもなんかちょっと足りひんな。ピタッっていうかちょっとなんか少ないんよな、部品が。いやでもそんなことないか。なんかこういう感じかな。ちょっと足りないですよね、ここ。だから部品どっかちょっと飛んでいってんねやわ。これちょっと欠けてますね、多分ね。
ちょっとこれで UV レジンをつけていきます。ちょっと先つけてこの部品が落ちひんように固定していきます。それでは今からですね、UV レジン液をつけていきます。これですね。はい。こちらですね。今、このテカってんの分かりますかね。これが今 UV で硬化させたものになります。まあ、ただこれを動かすにはですね、ちょっと扇形のこのギアですね。これがこう動いたり前後するんですけど、あ、でもこれ初期位置ここで良かったかどうかもちょっと分かんないですね。一旦これをワイヤーで一回固定させてみようかなと思います。あまりにもここの高低差が少ないのでワイヤーが入るかちょっと微妙なんですけど、ちょっと一回それやってみようかなと。ワイヤーが邪魔でもしかしたらギア動かなくなる可能性もありますけど、でもこれ難しいな。こんな感じで巻いていきます。ちょっとずつですけどこういう感じで巻いていきます。形がおかしい。形がおかしいしもペンチが多分取れるやろうなこれ。とこれでええんちゃう？これでいっか。 UV を取ってもう一回上から UV かけていきますね。はい、ですね、今できましたんで、いやでもこれ以上回したらあかんかな。ちょっともう切るわ。やっぱ切ろう。もうこれ以上回したらダメですね。なので切っていきます。どこ行った？切ったやつがどこ行った？でこれをバネをここにかまさないといけないですね。これちょっときついな。バネを多分ここに入れなあかんね。いけた。あとこれ持つかどうかやな。いやー持つと思うんですけどね。激しい結構動きするんで、ここもしかしたら厳しいかもしれないですね。一回仮組みテストしてみましょうか。多分予想では沸騰と思います。まあどうなるやろう。ちょっと一回やってみます。楽しいですねこれ。取り付けしていきます。これでとりあえず動かへんかな。なんか線が一本足りん。よし、じゃあ行きます。おであれなんか今さっき言ったのもうあかんの？回りきってないな。なんでやろ。これか。ここのダマになってるやつが当たってもうてるんですね多分。ちょっとずらします。よいしょ。これでいいかな。動いてないわ。なんで？めっちゃいいとこまで行ったのな。今カセットを取ると戻りましたね。この状態で入れていきますか。よし。
これでカセットをもう一回入れていきます。よし。はい。これで再度やってみます。あかんな。カセットなかったら動きますね。カセットが入ると負荷がかかってるってどういうことやろ。カセットのピンチローラーはちゃんといけてますね。まあただ汚れは若干あるかなって感じです。でこれで鳴らしていきましょうか。動いてる。これでいけるはずなんですよ。いきます。お、いってるいってる。いってますね。いってます。じゃあ逆側。お、いけた。いけてますね。おー。ちょっと当分やっとこう。何回もやります。もう本当にね、ちょっと置いたらもう油断も隙もなく潰れるんで。はい。ということで、こちらですね。レベルメーターはちゃんと動いてますね。これなんか向きによってなんか、レベルが出たり出えへんかったりなんでやろ。あー、ちょっと嬉しいかも。お、音出してみましょうか。はい。まあ、アジマスの調整とかいろいろあるんですけど、調整するオシロスコープであるとか、そういうのちょっと持ってなくて、調整できないんですけど、まあ、耳コピで、あ、この音程だよねっていうところで、調整してるんで、まあ、それで使っていこうかなと思います。カセットの知識もですね、これからちょっと入れていきたいなと思います。まあ、そんなこんなで、本日はこちら、終了になりました。まあ、とりあえずうまいこと言ってよかったかなと思います。で、最後クリーニングして終わりにしたいと思います。はい。汚れ取り、ツヤのすけ。私はいつもこれで綺麗にしています。で、あらかじめですね、まあ、キッチンペーパーで濡らしといて、で、塗っていきます。